皆さんこんにちは。井の川ちゃんを見に来てくださりありがとうございます。アビです。今回私は箱根にある温泉旅館御嶽さんにお邪魔します。この旅館には4匹の看板猫ちゃんが住んでるそうなので、会うのがとても楽しみです。ケロケロ。小田原駅から箱根登山バスというバスに1時間ほど乗ったところに旅館があるのですが、山道を登るのでめっちゃ揺れるし、14時くらいに乗ったらめちゃくちゃ混んでて捕まるとこがなくて大変だったので、このバスに乗る方はできるだけみんながチェックインするであろう時間を避けて乗ることをお勧めします。旅館は最寄りのバス停から徒歩1分もかからない場所にありました。旅館についてフロントで名前を伝えると、チェックインはお部屋でする形だったので、そのまま中井さんがご案内をしてくださいました。今回泊まるお部屋は二重扉になっていて、2枚の扉の間にトイレと洗面台があります。奥の扉を開けると畳が敷いてあって、窓辺に絨毯の縁側もある広々としたお部屋でした。窓の外は紅葉の時期にめっちゃ綺麗になりそうな木がわさわさしてます。お部屋の冷蔵庫には有料のドリンクが入ってました。飲み物の価格表に芸者さん2時間2万円って書いてあったんですけど、芸者さんってこうやって旅館経由でお呼びできるものだったんですね。お部屋の鍵、レトロな感じでめっちゃ可愛くないですか？1階の共用洗面所には貸し切り風呂の利用状況が見れるライトがありました。旅館の1階にウォーターサーバーはあったのですが、お部屋でお水をいっぱい飲みたかったので、コンビニに買いに行くことにしました。はにゃ。旅館から歩いて10分ちょっとのところにファミリーマートがあって、京都の茶マックみたいな感じでお店のロゴが茶色になってました。箱根町はほぼ全域が国立公園に指定されているから、自然公園法っていうのがあって看板が茶色なんだそうです。お水をお部屋に置いたら旅館の中を探索してみたいと思います。ケロケロ。フロントに戻ると、来た時は気がつかなかったのですが、猫ちゃんが2匹寝てました。こっちの綺麗な顔の子はミルクちゃん。人見知りしない接客担当の猫ちゃんだそうです。こっちのモフモフしてる子がレオくん。元野良猫で子猫の時に壁の間で泣いていたところを保護されたそうです。今回会えなかった2匹はデビルくんとサスケくんという子です。御嶽さんの他にはない珍しいところは、ボードゲームが大量にあるところで、フロントに少しとプレイルームにたくさんあって、私もボードゲームで遊ぶのが結構好きな方なので、一人で遊べるのはないかなと思って探したのですが、私には3つくらいしか発見できませんでした。きっと一人で泊まりに来る人は少ないから、一人用のゲームはあったとしても奥の方に隠れているのかなと思います。ちょっと待ってよ。一人でボードゲームをしばらく楽しんだら、夜ご飯の時間が近づいてきました。せっかくの旅館ご飯を浴衣を着て楽しめるようにお部屋に戻ってお着替えをしようと思います。浴衣はお部屋の押し入れの中にもあるのですが、1階の共用部分に無料で借りれるカラー浴衣が置いてありました。子供用の浴衣も種類がいっぱいあって可愛かったです。ケロケロ。今回は夕食のみで朝食のないプランで宿泊しているのですが、お食事は朝夕ともにお部屋で提供していただけます。食前酒に赤ワインが出てきたのですが、人生初の食前酒でワクワクしました。お味は普通の赤ワインに比べるとはるかに甘くて、ぶどうシロップみたいな感じで美味しかったです。
お料理はお野菜、お肉、お魚が一度にいろいろ楽しめてとても楽しくて美味しかったです。デザートも1種類ではなくフルーツと抹茶のババロアが出てきました。食後すぐに旅館の方がお布団を敷いてくださいました。1時間くらい経ったらお風呂に行こうと思います。ケロケお風呂は大浴場が男湯女湯それぞれ一つずつと、貸し切り風呂が内湯と外湯で一つずつありました。大浴場は朝6時半まで利用可能で、貸し切り風呂は予約制じゃないので空いていればいつでも入っていいそうです。私は大浴場の方に入ったのですが、内風呂と露天風呂があって気持ちよかったです。脱衣所には鍵のかけられるロッカーはなかったので、貴重品はお部屋に置いてきた方が良さそうです。貸し切り風呂が埋まっていると昼間見たライトがこのように光るみたいです。ゆくちゃん、ゆるくん、ゆるくん。ボードゲームはお部屋で遊んでもいいそうなので、お風呂上がりにフロントでお借りしてきました。その時、寝室に向かうミルクちゃんもいて、ご挨拶ができました。おやすみ。今回は箱根にある温泉旅館御嶽さんにお邪魔しました。看板猫ちゃんには4匹中2匹にしかお会いできなかったのですが、2匹ともとっても可愛かったです。2人以上で遊べるボードゲームの種類がびっくりするほど多かったので、ボードゲームが結構好きな私的には、いつかまた仲間を連れてお邪魔したいなと思いました。ボードゲームと猫ちゃんに興味がある方はぜひ行ってみてください。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。また見に来てください。カエルの